チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい。皆様、こんばんは、こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは。カラスマ100です。本日もたくさん来ていただいてありがとうございます。本日は、VTuber コラボレーションということで、パンケーキホイップクリームさんをお呼びして、スカーレタ・クローワールツの音花風花さんと人権について3人で真剣語りしたいというふうに思っております。配信開始前にパンケーキホイップクリームさんのチャンネル2つあるので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、音花風花さんのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。で、以下に該当する書き込みは、即番するということでですね、当然なんですけども、普段の並走のチャット欄とかコメント欄のルールを、ですね、厳守していただいて、侮辱や差別的表現などは NG ですので、配信の安全を守るための措置ということでご了承いただければということで思います。はい。ということで、本日はですね、パンケーキホイップクリームさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。音花風花さんもよろしくお願いします。はい、いつもお世話になっております人権派占い師家魔法少女音花風花でございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでリスナーの皆様、ちょっと音量ね頑張って調整したんですけど、音量がね大きい小さいありましたらぜひとも教えてください。ということでゴゴブリンさん、しょうがさん、タイムさん、サリーさん、アブソリュートさん、無欲さん、サーズデイさん、615さん、一ノ瀬さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ということでまずホイッピーさんに簡単に自己紹介の方していただいても大丈夫ですか？はい、わかりました。名前は、出てますようにパンケーキホイップクリームで、
よく皆さんにはホイッピーと呼ばれております。で、もともとは占い師 VTuber としてデビューしまして、で、占いの動画などを投稿しておりました。で、その後にリスナーさんたちとの交流とかですね、いわゆる VTuber 的な感じの活動にも力を入れたいということで、別チャンネルを作りまして、そちらの運用もしたりしてたら、ちょっと占いの方が今おろそかになっているっていう状態で、はい、今ちょっと配信とかVTuber としての動画投稿とかですね、そっちの方を今は力が入ってるっていう感じの活動になっております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、皆さん知ってらっしゃると思うけど、ふかさんも簡単によろしくお願いします。いいですか？はい。カラスマさんとはスカーレット・クローワルツという半線半差別 VTuber ユニットを組ませていただいておりまして、この時間ですね、いつも毎週土曜日21時からゲーム実況をメイン、させていただいたりしておりまして、で実はホイッピーちゃんとはもっと以前から交流が同じ占い師系、占い師 VTuber ということで、交流させていただいておりまして、しかも2人ともその反戦反差別であったり、そのトランスジェンダーの方々はじめいろんな方々、その LGBTQ+ の権利を守れと、保護しろと、我々は生きているというところでね、こう発信したり、ディサビリティについてもそうですね。そういうふうに仲間として、通じ合ってそんな感じでご縁つながせていただいておりまして、なんか交流をさせていただいております VTuber さんで、実は私がカラスマさんを知った経緯は、ホイッピーちゃんでしたというところで暴露しておこうかなと思います。そうなんですね。で、なんか聞いた気がします。そうなの、ホイッピーちゃんがカラスマさんをフォローしておられて、まだツイッター時代ですね。ツイッターですね。ツイッター時代にしておられて、それでそうですね。なので多分ホイッピーちゃんのリツイートか何かでカラスマさんの投稿を見かけしてっていうところからで、と思ってカラスマさんのところに行ったら、そのパンケーキホイップクリームさんがフォローして書いてあって、なるほどっていうところで知ったというところがありまして、実はお二人はそんな感じでちょっと、私のなんでしょうね、転換点というか、そんな感じのターニングポイントを作ってくださったお二方と感じてます。はい。そうだったんだ。そうですよ。ホイッピーファンの方にはね、いつもあれ、あんまり顔があれかもしれないけど、実は以前コラボで、リーディングさせていただいたりとか、あと、ね、占いでもね、複数人コラボね、いただいた動画とかが上がってたりするので、ぜひよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。よろしくお願いします。なんか衝撃の真実とかがいろいろ明かされましたね。知らなかったです。はい。私も、一応以前ちょっとちらっと聞いた気がするけど、のみでさこからすです。来ていただいてありがとうございます。はい。ということでですね、なんか皆さんね、VTuber の方とかも集合していただいて、本当にありがたい話だなと思います。はい。ということでですね、ただ今回はね、いろいろインタビューというか、複数質問等をご用意させていただきましたので、そちらの方をですね、事前にちょっとお話しさせていただいてたんですけれども、ちょっと今回で生で聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。皆さん、リスナーの方々、音量とかですね、気になる点あったら、いつも調整しておきますが、よろしくお願いします。コメントしてください。お願いします。お願いします。はい。ということで、まず最初にですね、トークテーマ1ということで、
VTuber が安心して話せる場作りについてと。私も一応そうなんですけども、特にホイッピーさんはマイノリティの方の安心できる居場所を作ろうとしているということでお聞きしておりますので、コミュニティ運営の方法などですね、ぜひ教えていただきたいなと思っております。はい。で、はい、最初の質問なんですけど、VTuber の間、リスナー間などの安全や安心について配慮していること、VTuber もリスナーもどうしても人間なのでですね、どうしても人が増えたりするとトラブルとか起きがちになると思うんですけど、そこで安心安全の目標を守りつつ場作りをすることの配慮についてお伺いできればと思います。どうでしょうか？はい。これがですね、まずVTuber 間いうのが、私が今、ほとんど VTuber さんとやり取りがしてないんですよね。そうなんですね。なので、そうなんです。別に裏でもお話とかも全然してないですし、それ本当に必要最低限のことしかやってなくって、なので、VTuber の配慮というか、配慮も何も今、ちょっと自分の活動で手いっぱいすぎて、ちょっとあまり VTuber さんとの関係構築がうまくいってないというか、そうですね、そっちの方がまだ力が全然入れられるような状況っていう。はい。個人税はね、全部自分でやってるので、そこがやっぱちょっとネックではありますね。やっぱ私生活、いろんな、要素を自分でやらないといけないから。そうですね。はい、そうなんですよね。特に最近は本当動画作りにも力を入れるようになったものだから、VTuber さんとってる時間とかよりも先に動画作らなきゃってなっちゃって。なるほど。そうなんですよ。はい。なのでちょっとVTuber さんの件に関してはあまり私が言えることがないので、質問いただいた時も申し訳ないなと思って。いや、そんな申し訳ないなってことはないんですけど、今後じゃあちょっとコラボしたい時とかに早めにお声掛けするので、ぜひタイミング合えば。ありがとうございます。そうですね。ちょっとスケジュール。そうですね。なので、VTuber が、私が今言うことではないですけど、相手を尊重していれば VTuber 間、それでも全然それで問題ないところですね。そうですね。それが大事。ありがとうございます。風花さんが言ってくれた。はい。そうですね。で、リスナー間の件は、もちろん私も、いろいろと、ちゃんとね、リスナーとコミュニケーションを取ってる方だと思うので、そっちの方はお話ができるんですけど、はい。そうですね。やっぱりリスナーさんたちで、動画のコメント欄とかね、トラブルになりそうだとか、変な絡み方をしてくる、いわゆるね、ちょっと嵐的な感じのリスナーさんもいたりは、リスナーさんって言っていいのかわかんないけど、いるんで、めったにはないですけど、そういった時はもうすぐに私は、間に入って、止めるようにはしてますね。はい。そうですね。とにかく、そうですね。リスナーさんは本当私大事だと思ってるから、できればね、嫌な思いを少しでもしてほしくないですし、私はやっぱりチャンネルの運用者の責任があるので、ちゃんとそこはできれば悪質なリスナーさんからは守るようにっていう風にしていて、で、あとは配信とかだと、きちんとルールを設定してますので、様子見ながらではありますけれども、その方の発言とか見てて、良くないなと思ったら、その場で注意もしますし、あまりにも分かったって言いながらも何度も繰り返すようであれば、
もうダメですねっていうことで、ちゃんとお伝えはしてタイムアウトしますねっていうことで言ったり、ブロックしたりとかで、その場の安全を第一優にっていうふうには一応してますね。はい。はい。とかななるほど。あはい。りがとうございます。もう結構はい。じゃあ積はい。極的に介入するというか、自ら結構こうやって判断してモデレーション的なことはやってらっしゃるっていうことなんですね。そうですね。はい。もともとその今が小規模なので、ある程度自分が、把握ができるっていうのもある部分はありますけどね。はい。うんうん。なるほど。ありことと。がとうございまはい。す。はい。っていうことでですね、ちょっと次の質問にももう答えていただいているようなちょっと感じではあったんですけれども、その嫌がらせや悪意あそうるあるなんですよね。対して、そう、対処法っていうのも、じゃあ、同じように、悪意ある発言とか冷やかしをする人物っていうのはね、当然現れると思うんですけど、そういう時は、こちらはい。もですね、自ら結構介入したり、バンとかタイムアウトっていう形で対処されてるっていうことでよろしいですか？そうですね。で、あとは、いわゆるいつも来てくださるリスナーとかですね、あはい。の、うん、なんだろう、こう、ちゃんとマナー持ってくれたり、その場で、安心、安全なコメントを心がけてくださるリスナーさんにはでうんうんすね、うん。そういう、嵐だとか悪質なリスナーさんには、話しかけずにいてくださいっていうお願いはしてて、あはい。もう、あ、私が全部対処するんでっていうのは言ってて、はい。で、ただ最近はちょっとその周知ができてない気がするので、また改めてリスナーさんにお話ししなきゃなと思いながら、この、質問を見た時に思いましたね。はああ、い。なるほど。リスうん、ナーさんに対しては、こういう悪意ある相手はしないでくださいねっていう風に話しかけつつ、うん、必要であれば、そういう自分で、モデレーションしたりとかっていうことも、やってうん。らっしゃるっていうことです。でも、すごい大変じゃないですか。一人でそれをやるって。いや、私が言うことでもないんですけども。でも、そんなに目立つ方、そこまで多くはないので、あ今のあ、ところはうん。自分のそのできる範囲でちゃんと対処できてるので、大丈夫ね、今のところは、はい。うんあ、うん。なるほど。ありがとうございます。すごい。はい。ということでですね。はい。アンはい。ナエさん、パフィーさん、伊沢さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。こんばんは。はい。ということで、風花さんからは特にないですか？大丈夫ですか？そうですね、自身が配信してないっていうところがあるので、そうですね、でも、でもそうだな、こう、嵐はするべきというか、構ってほしいからやるっていうのが、昔からの言説であるかなとは思うが、はい。誹謗中傷とか、そのネットで起こった悪意に関しては、相手をしないといけはい。ないというか、批判して立ち向かわなきゃいけない時もあるうんうん。っていううん風にはうんうん。思ってて、基本的には流したりとか無視したり、消したりって淡々うん。としていってもちろんいいと思うんですけど、誰かを表立って傷つけている人を、あんなの気にしなくはい。ていいよっていうのはやっぱちょっと暴力的じゃないかなと。その悲しいと思ってる心を、ああ、結局被害者側うん。に我慢を強いるようなうん。形になってしまうような、嵐とか、攻撃、誹謗中傷ですはいはい。についてはもちろん、ただそれうん。は、だから叱るべき対処を取るというところで、うんうんうん。そういう風にそれはしていけたらいもちろん。いなとは思って。うんうん。ですよね。そうそう。そこがね、そうですね。カラスマさんもフィッピーちゃんもうん。しっかりなさっておられるので、尊敬するなと、うん。いやいやいや。はい、頭がいやいや。下がる。私はね、割と本当モデレーションの人、モデレーターのうん。皆さんにね、頼りまくっているので、本当に頭が下がりました。今、すごいなと思って。ああ、ありがとうございます。はい。
ということで次のちょっと質問なんですけど、こちらはですはい。ね、ジェンダーその他の属性に対する差別に対する対処法ということで、ホイッピーさんは、マイノリティ当事者としての発信も行ってらっしゃると思うんですけど、残念ながら、これは本はい。当コミュニティに限った話ではない、自分のコミュニティに限った話じゃなく、日本社会全体でシスジェンダー女性とか、LGBTQ+ の人々に対する差別とか嫌がらせってすごいはい。多いと思うんですけど、そういう多いものを、ですね。はい。で、そういうのにやっぱ合っちゃったりとか、そういうのをつい目にしてしまったりしたときはどう対処されてますか？うーん、その場所にもよるんですけれども、はい。うん、SNS の場合は、はい。もう、基本は、あの、今までもずーっといろんなことを繰り返してやってきて、自分自身も、これは、SNS で、議論っていうのはもう自分の中で分かってしまったので、ああ、なるほど。のうん。そうですね。で、そうですね、難しいんですけど、それこそ今日もですね、ちょっとブルースカイの方でいろいろあったんですけどそうあったなんですね。んですけど、えジェンダーではないんですけどね、それうは。ーん。はい。ちょっと反差別、人権、主義というか、そういったところ、気をつけようって言ってたから、私も相互フォローをさせていただいてたんですけど、はい。あ実は結構自分自身のその、なんだろう、主張だけを、うん、強めているというかそういう感じあで結局誰かの足を踏むっていう感じのことをしている方がいらっしゃってですね。あ、はい。だから、で、しかも、多分私はもう今回はちょっと、議論にならず分かったので、指摘とかはしてなくって、もう遠くからポストして、いわゆる周囲の方たちでまだ戻れる方が戻ってきてくれたらいいなと思って、うんうん何うんうん。回その情報発信をちょっとさせてはいただいたんですけれども、うんうんううん。ーん、その発信してしまった、いろいろとひどいことを言った方が戻ることはほぼないなっていう状態に今なっちゃっああ。たのを見て うんうんうん。そう、なので SNS で指摘ものすごく難しいなっていうのを、うん。もうかなり前から感じたので、うんうん。そこはもう自分自身ができることはさっき言ったように、まだ戻ってこれる方、っていう方たちに対して、もしよかったらこれを見てくれっていう感じの祈りのような感じで、うんうん。ポストをするっていうことしかちょっと今はもうできてないですね。うん。うん、なるなかなか、ほど。難しいなって思いながらやってます。はい。で、そうです。配信とか、動画のところとかで、自分のその運営する、いわゆる場で、そういった発言だとか、差別的なことだとか、そういったところがあるようであれば、それは、ある意味私に対して、なんだろう、ある程度、好感を持ってくれてる方もいたかもしれないけど、わからないけれども、まあ、知れないっていう希望を持ってお話はにはしてますね。その場でね。注意はうんうん。するようにしてて、コメントだったらコメントに返信して、それはちょっと違うんですよっていうのはお伝えして、うんうんうん。それで、聞いてくださる方ももちろんいるけど、そのままフェードアウトしてうん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 。なくなっちゃう方もいたりして、うんうんうん。ただそうですね、動画とか、その自分のチャンネルコミュニティに関しては、直接伝えるのが一番かなとは思ってます。うんうん。はい。ぐらいかな。なるっていほど。う感じでやっていく、本当に難しいなっていや、難しいですよ思います。ね。はい、ありがとうごうん。ざいます。風花さんなんはい。かありますか？はい。いやもう本当にそのうん。通りで、特に私、うん。もう議論する勇気がないというか、そのエネルギーをすごく削られる行為じゃないですか。
指摘する、はい。直接指摘したりとか、で、はい。それから、なんでそんなこと言うんですかって、あとこうで、あこうでこうですって説明するうん。気力がうん。ないのうん。で、やっぱそこはだからうんこううん。遠くからボトルメールを流うん。して、あの、良うん。ければ受け取ってくれみたいな。で、読んでくれみたいな気持ちそうでで、だすね。からまあいうん。わゆるカラリプみたいな感じで、うん。何か見た時とかはそんな感じで、うんうん。自そう。分の主張を書いてみたりだうんとかっうんうん。ていうことはでしたすね。りはしてます。うん。あとは差うん。別、直接的な差別の投稿を見かけた場合には、もう黙って通報、ブロックっていうところですけれど、ああ、通報はね、もちろん大事ですね。うんうん。そうですね。ただその差別的な投稿を見るだけでしんどいっていう方もいらっしゃるので、そうじうゃないんうん。人たちが、できる人たちが、うん。本当にだから活動ってできないことまでやれじゃなくて、うん。できることをみんなでやってっていうのが連そう帯だと思ってそうそう。るので、で、やっぱ自分ができるそうです。ことをうん。そうできる範囲で、継続できる範囲でやろうっていうところだと思っているので、私うん。がね、もうちょっと、一応発信者うんうん。として、で、活動者としてなので、うんうん。何か届いたらいいなとうんうん。思いながら、ちょっとこう、うん。ポストをするっていうのが、そうですね。ツイッターの方ではだいぶしんどかっうん。今のこのブルースカイのフォロワーより多いけれど、全然声届いてないなっていう悲しみがあったんですが、ブルーそうですスカイは、フィルよね。ターバブルかもしれないんですけど、嫌なポストうん。とか見ないし、お互いにお互いにボトルメール流し合いながら、こうお互いにちょっとずつ、うん。だから直接的な議論じゃうん。なくて、こうちょっとずつすり合わせていこうみたいな感じうん。じゃないと、やっぱね、人を変えるっていうのは無理だっていうのを、分かったんですよ。ここ数年でね、私はこの活動をしていて、そうですうんうあ、ね。うん。んうん。なるほど、個人は変えられないのかっていうところがあるので、まあ、なので、そう。社会を変えようっうん。ていう方向に転換してるので、そういううん。差別を見かけた場合には、社会に訴えかける。そういう差別をうん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 。しづらい、差うん。別をする人が生きづらい社会、差別する側が生きづらい社会にしていけるようなうん。発信をしようっていう風に切り替えて、そういう風なうんうん。対処をしていくようには心がけてうん。います。はい。長くなりましたが、うん。こんな感じですね。いやいやいや、素晴らしい。はい。風花さんありがとうございます。その通りだいや、ありと思いがとうございまます。す。そしてうん、コメントもそうです、そうです。たくさんありがとうございます。みなこさん、コンケイありがとうござクです。います。ということで、初コメありがとうございます。ホイッピーさんなのチャンネル、こさんだ。来てくださったお、方ですかね。ありがとうござあいます。りがとうございます。SNS で議論無理ですよね。仕組み的にも難しいっていうことで、そうですうん、ね。厳しいと年々厳そうしくなっなんです。ていく感がありまうん、すね。そして私がトラうん、ンスレーターアカウントを見てへーってなってた頃、一生懸命それは差別につながると発信してくださったフォロワーさんがいて、ホリッピーさんや風花さんみたいに私はそうん。のおかげで引き返せたと思っておりますという、おー。おー、ああ、よかったやっぱよかった。草の根運動大事ですね。草の根運動というか、そうですちゃんと、ね。う発信っていうーん、あ本当こういう風にに。言っていただけるとね、なんかうん、報われたような気持ちになるので、頑張ろうってまた改めてパワーをいうただけたりん、うんしております。ありがとうんうんうん。本当にはい。ということで、というか次の質問ももうなんかまとめて答えていただいたような感があるんですけど、自分のファンの発言にうん、対しても、やっぱそういう感じでね、最悪自分のアンチとかになってしまったらすごい悲劇だとは思うんですけれども、やっぱり率直に注意して、ただ、それを変わるかうん。どうかは相手次第っていうようなところでしょうかね。そうですね。なんか私間違えて、こう、自分のなんか怒り方というか、注意の仕方のを書いてる。なんか、静かに淡々と注意していますって自分で回答してる。あ間違でも多いや、それ分えました。も全然、でも、いごめんなさい。でも多分それで正しいんですよ。自はい。分に対しては好意的に接してくれる方が、うんうんうん。はい。別の方とか別の属うん、性を、差別したり、誹うん、謗中傷したり、踏みつけているっていう時、どういう風に、はい。
その方に対する影響力を持っている自分がどう接するかという話だと思うので、やっぱこう淡々と伝えるっていうその注意する方法として、やっぱそれ、やっぱ感情的、やっぱ感情の生き物なので、特に私はね、怒りがちなのでね、だいぶあれですけど、そのやっぱそれでも冷静に淡々と語るっていうのは、やっぱ社会がどういう姿なのかを映す鏡にはなれると思うので、ホイッピーちゃんのその淡々と注意しますっていう姿勢すごく大事だなと思いました。ありがとうございます。まあでもあんまり声結構柔らかいのもあって、あんまりこう優しい感じに聞こえてる可能性はあるんですけど。いや、まあでもそれ受け取る側なので、逆にその、柔らかい声っていうのはやっぱホイッピーちゃんの持ち味であり、チャームポイントなので大事にしていただきたいし、逆にだからその声を聞いて、その柔らかい声だから自分に対してその注意の重みがわからないっていうのって、結局それも差別というか、偏見ではありますよね。やっぱこいつなら言い返してこないだろうとか、強い言い方してきたりしないだろうっていう偏見とか、なんかそういう思い込みっていうか枠にはめ込む。そう残念、日本今の社会で言うなら言い返してこない女とかがいいみたいな感じのそういうような言語にのっとって、だからそのおっとりっていうか、柔らかい言い方をしてるから、ホイッピーちゃんを自分のコントロール下に置けるだろうと思って言ってくる人たちがいる可能性はあるので、やっぱそういう時にだからそれを気づけない側の問題であって、ホイッピーちゃん側の問題であって、もちろんないよねっていうところもありますね。ありがとうございます。いや、すいません、本当に。音羽の風花はね、話の着地点を見失うことで有名な魔法少女ですので、申し訳ないです。どちらかしまくってしまう。いえ、お二人ともありがとうございました。ということで、VTuber がですね、安心して話せる場作りというテーマでちょっとお聞きさせていただきました。ということでですね、結構もうね、すでにね、なんかいろんなすごいためになるディープな話をしていただいてる感があるんですけれども、次はですね、プライド月間と反差別活動についてちょっとご質問したいなと思うんですけれども、ですね、そろそろ6月のプライド月間が終了となるんですけれども、本月ですね、どういう発信をしてきたかなどについてお伺いしたいと思います。はい。ね最初の質問がですね、占いとジェンダー規範ということで、先日これ音羽風花さんとちょっとお話しさせていただいたんですけど、やっぱり占いって私自身も詳しくないのであれなんですけれども、やっぱりバイナリージェンダーだとか、ヘテロロマンティックだったりっていう、この世の中なんか異性愛者の男と女しかいないみたいな価値観の人がすごく、ものが多いと思うんですけど、ホイッピーさんは自身占い師でいらっしゃると思うんですが、そういった規範的な考えについてどのように折り合いをつけておられるでしょうか。そうですね、占い動画の傾向として、いわゆる結構年上のお姉様、女性の方が見られることが多いので、それで多分占い師さんの多くはそういった方をターゲットにした方が見てもらいやすいっていうものもあって、そういう占い動画がどうしても女性あなたっていうのが貴族の木に女性の女みたいな感じのやつとかそういうので作ったりとか、そういうのがあるんですけど、そっちの方が絶対占いのその動画としては伸びるんですよ。その傾向はあるっていうのはちょっと一旦いただいて、ただ私はやっぱり最初からそのあたりはちょっと自分違うなと思ってて、でですね、その
なんだろう、動画を見る方、誰が見るかわからないなっていうのは思ってるので、なので、そうですね、まず、ちょっと今、内動画を作ってないので、その昔っていうか、前に作ってた動画の話にはなるんですけど、はい。まず、絶対に、なんだろう、動画内で結構、その見てる方に対する避けるところとかはあるんですけど、はい。そこで、絶対にあなたは女性っていうことを決めつけたりはしないようにしてたりとか、女性だったり男性だったりとか、うんそういうふうに言うんわない、もうずっと一貫してあなたっていうふうに私は言うようにしてたんですね。で、おー。あとは、そうです。例えば、あんまり私恋愛系はそこまで出してなかったけど、恋愛だったとしたら、大体女性ターゲットの、占い動画だったら、彼とかいうのを確実に言う動画が多いんですけど、それももう絶対に言わない。うんあなたのうん好きな方とか、パートナーとか、そういう風にして、お相手の方の性別も、絶対に決めつけないっていうのを決めて、それでまずやってたっていうのもありますし、あとうんうん。は、占いの意味がですね、私結構自分自身で独自で勉強したっていうのもあるので、本をたくさん持ってまして、はいはい。でその本の中に多分風花だったら分かると思うんですけど、結構やっぱりジェンダー感の強い別二元論の強い意味合いっていうのも出てくるんですよね。うんうんううん、ん。そうですね。それをそこでねそうそう。ここででも動画で言っちゃうと、それはもう見てくれるあなたが、もう女性ですよねって決めつけてしまうことになるので、そういう意味合いが出るような時でも、できれば似た感じのものを探して、あなたに言ってますよっていう風に変えてましたね。で、あとはうんうんカードに関しても、なんか動物さんのカードにして、もう人間というか、人類というか、そういったものにならないもあのとか、あ人類。はい、はい。あとはなんか海外がそのあたり強いんですけど、海外のクリア的なものをちゃんと作ってくれてるカードとかを購入して、それをおー。使うようにすることで、絵柄でも自分はターゲットじゃないなって思わないように、思わせないようにね、視聴者さんにっていう風には気をつけながらいろいろやってたっていうのもあります。はい。はい。いやそうー、うん。素晴らしい。ありがとうございます。やっぱやっぱりその全然。動物に例えたりするのってゼノジェンダーの方はい。とか人間以うん。外のねやっぱりアイデンティティを持っうん。てらっしゃる人間ではないにそうですそうでそうす。ですよねそういう方々に対する、配慮もねやっぱり兼ねていると思うのでなんか素晴らしいなといやうん。全然ね大して知らないのにあれうん。なんですけど占い師の上野風うん。花さんはどうでしょうかはい。いや、やっぱ占いに頼りたい時っていうか、その占いを求めてる時のメンタルって、やっぱちょっとうん。しんどい時だと思うんです。うんう誰かにん。助けてほうん。しいけれど、うんうんだうん。からといってうん。身近な人に相談はちょっとなっていう時に、でも依頼するのもうん。怖いっていうところで、そのうん。YouTube で簡うん。単にやっぱアクセスできる占い動画っていうのは、うん。あの、うん。手に取りやすい占いですけど、そうです。うんうん。やっぱ大衆に向けたコンテンツっていう風になってしまうけれども、はいはい。だからやっぱ助けて欲しうん。くて、励まして欲しくて、背中を押して欲しくて開いて来てくださったのに、その方に異うん。性愛規範であったり、古臭いうん。男か女かしかないジェンダー規範を押し付けてしまったりっていうことをすると、うん。余計に傷つけてしまうというか、何のために来てくださったかわからなくなっちゃうっていうところがね、やっぱあるよねって思ってるからというか、ずっと思っていたし、自分がこの活うん。動を始めるきっかけ自体がそうですので、はい。
なんで彼っていうんだで、結婚とかねって言って、やっぱゴロ結婚とか出産って言われるけど、みたいなところだったり、で、あとその異性愛規範にのっとってて、いやでも今はパートナーシップ制度があるから結婚という形に縛られなくてもいいって言われると、いや結婚したくてもできない人がいるのにそんな言い方するのなんでってなったりとかっていうのがあるので、やっぱちょっとそこをね、やっぱ傷つけたくない、傷つけない占いっても言いますけど、もっと言うならやっぱ、発信するこちら側があなた様を傷つけたくないんですっていう主張ですよね、やっぱ我々としては。なので本当ホイピーちゃんのリーディング動画は、そこがすごくきめ細やか、思いが詰まっている動画なので、本当にすごく神経使うと思うんですよ。やっぱこう今まで刷り込まれてきてしまって、今まで今度育つ中で刷り込まれてきてしまった規範にどう立ち向かうか、どれだけそれらをこう排除していって、最後に残った純粋なもの、個人という、一つの子というこう、尊厳ある命に対してどういうリーディングをするかっていうところにすごく向き合っておられる占い師さんなので、本当にパンケーキホイップクリームさんはおすすめ占い師さんなので、ぜひ皆さんもよろしくお願いします。ありがとうございます。なんですけど、やっぱ本当そこは考えますよね。やっぱ特にルノルマンを使うときに、淑女が出たら、あなた様の性別が何であっても淑女を質問者として見て、ジェントルマンの紳士をお相手様として見ますっていうけど、結局そうなっちゃうかみたいなところがあったりする。やっぱ、別のジェンダーください。やっぱジェントルマン、紳士とか淑女って言いたくないけどなって。今のルノルマンってその紳士が一組、淑女一組でゲイとレズビアンが見れるようになったけど、それ以外はっていう、やっぱノンバイナリーの方の身の置きどころがねっていうところを考えると、なのでホイピーちゃんが本当にその、動物のタロット割と多いですよね。そのうさぎさんタロットとか、ネズミちゃんの麦さんのタロット、そういう感じで、そのヒューマノイドの形にこうとらわれないで、やっぱ割とこうフラットに見れるカードを使うっていうのも、そのジェンダー規範とかそういうのに対する折り合いの一つだよなっていうふうには思いました。ありがとうございます。はい。なんか風花さんの話で今思い出したんですけど、実は海外のルノルマンカードでノンバイナリーの方が、ノンバイナリーのノンバイナリーっていうかあれですね、ヒューマン人なんて言ったらいいんだろう、子だからパーソンでカードを作ってくれてるから、私はそうなんですよ。そういうものが私持って、なんだろう、あれです。後で見せます。やった後で見せるんですけど、だから一応ね、そこのそのパーソンとその紳士淑女のカードを私は入れ替えて占ったりとかしてましたね。っていうカードもあるよっていうのを今思い出しました。いや、それ大事ですね。それすごく大事。やっぱパーソン、やっぱそれでいいんですよね。やっぱ個人なので、やっぱね、ジェントルマンとレディーしか選択肢がないっていうのは、やっぱすごく怖いというか、やっぱおぞましいというか、なんだろうな。やっぱこう、だって他のノンバグラデーションの中にいる方々を透明化してるわけでしょ。やっぱ存在しませんみたいな。解釈ね、占い師側とかクライアント側の解釈でどうとでもなるとは言えどです。やっぱそのカードデッキのそのカードからは規定されてるっていう感じなので、だからそうやってパーソン、そうだからルノルマンカードのそのジェントルマンレディー問題っていうのはね、私ずっと思ってたので、そういうのがあるのかと思って、パーソン、いやいいなそのカード、ちょっと私も
だからそうけどやっぱそういうレアなカードデッキってやっぱ海外のアーティストさん多いばっかりですね。やっそうぱなんです。国内だからちょっとやっぱり入手難易度が高いんですよ。円安とかのせいでね。そうですね。入手難易度も高いし、一応使用許可をもらわないといけないから、アクセスしてそう使用してもいいですかって聞く時に英語を使ったりとかするときに、英語が下手だとうまいこと変わらなくって、なんかそれこそいつだったかな。海外のそのタロットカードの動画で使わせていただきたいんですけどってお願いした時に、どうも私の英語が悪かったみたいで、無理でカードを送ってくれませんかって勘違いされたみたいで送れませんって言われちゃって、違う、そういう意味じゃない、そういう意味じゃないっていう。慌てて訂正して、そうちょっと言い方が良くなかったみたいで、はい。いやでも対応してくださって結局伝わったんでよかったんですけど。よかったよかった。はい。そこですよね。私が使ってるそのタロット・オブ・ゼ・デバインっていうそのやつも一見日本にもルーツを持たれているアメリカかカナダのアーティストさんのカード、前にホイピーちゃんとリーディングコラボした時に使った世界のおとぎ話がモチーフのカードです。こちらもなので、私そうなんですよ。あの時だからカードも私Google 翻訳を使いながら書いて、でその時にもそのお相手さんのそのお相手様というかそのアーティスト様にミスターとかミスとかミセスっていうのをつけたくなくて、なんてつければいいんだと思って探して、MX ミックスっていうのを見つけまして。そうミスターでもミスでもミセスでもなく、ミックスっていうのを一応見つけたので、とりあえず使おうと思ってミックスよしよしたにって書いたら多分よしよしたに様になるだろうというところで、それで頑張って書いてたらなんかちゃんと動画で使うときちゃんとそのクレジットしたり Amazon のリンクとか貼ってくれるならいいよっていうお返事いただけたので、よかった。よかったよかった。そうなんですよ。安心。そうおそらくですね、タロットデッキって占いなので、その占いの仕事自体で使うのはほぼほぼ禁止されてないんですよ。ただ、動画で使うとなった時に自分のコンテンツとしてそのリーディング動画を発信するけれど、そのカードのイラスト自体もその商品になってしまうじゃないですか。そうなんですよ。クライアント個人にこういう風に出ましたって写真を送るのとはいいけど、その動画で大衆に向けたリーディング動画を作るってなった時に、きちんとそこをね、使用許可取らないといけない。日本のカードだったらガイドライン出てたりするんですけどね、やっぱその海外のアーティスト様のやつで、日本語に翻訳されてないオラクルカードとかやっぱちょっと見ないっていうところがそうなんですよあるんですよ。使用許可が難しい。あるんです。やっぱ我々はね、その人権とかそういう権利を叫んでいるのに、アーティストクリエイターの方々の、人権とか尊厳を踏みつけてたら、話がおかしくなるので、やっぱそこはちゃんとねクリアに、やっぱだからリーディング動画を撮る時のカード選びっていうのはすごく考えないと誰かの権利を侵害してしまうということになるっていうのが、その占い VTuber、占い YouTuber とかはちょっとそこはしっかり考えない。そうですね、本当に。なるほど。いや皆さん2人とも本当に詳しく話ありがとうございました。ドメキレオさん、コメントありがとうございます。以前ですね、どうも傷つけないですね、お笑いということでコラボさせていただきました。概要欄にですね、2人の動画もありますので、よかったらそちらも皆さんチェックしてみてください。そして、キノリオさん、ホイッピーさんが動画で使ってるカード好きですということで、私の、
常連のですね、木のりおさんがずっとホイッピーさんの動画のファンだということがやはり判明いたしました。そうだったんですね。ありがとうございます。はい。やはりありが反戦反差別の気持ちはね、惹かれ合うんですよ。はい。ね、ちょっとあ、そうさんの使いみたいな。そして、ちょっとご質問来てるんですけど、独学とのことでしたが、はい教材でクリアが想定されているものって存在しないしてるんでしょうか、それとも全く存在しないために個々がそれぞれに考えて実践するしかないということなんでしょうかと。はい。はい。はい。いや、まあ、探せばあるかもしれないんですけど、やっぱ占い師が噛み砕いて、一般向けにしてる、我々のもう一般っていうのは、そのグラデーションありの LGBTQ+、ある、その、なんだろうな、多様性ある社会を一般としているので、その一般に合わせるために、ね、我々噛み砕いてるけど、教材は女性性とか、男性性とか、ね、言われますよね。父とか母性とかね、父性とかって言われるから、やっぱちょっと、私はね、怒りから変身してるものだから、そういうの見ると暴れちゃうんですけど、嫌だ嫌だってなっちゃう。なので、そう、女教皇女帝、皇帝法らへんはちょっとね、我々、だいぶ難しいというか、触れるのに勇気がいる部分ですね。なるほど、ありがとうございます。いや、本当占い師 VTuber のお二人を応援しておりますので、っていうか、なんか無責任であれなんですけど、頑張ってください。そして、次の質問なんですが、今回プライド月間だったんですけど、プライドマンスを意識して何か発信したこと等があれば教えていただきたいなと思います。どうでしょうか？そうですね。特にその発信とか動画とかでは、いつもだいたい自分のセクシャリティとかもリスナーさんに言ったりしてるので、そこを特別にこう大きくこうだよみたいな感じで言ったりはしてなくって、一応そのプライド月間を意識してやって言ったら、ブルースカイでの発信と、あとコラボでラムドールさんのところにお呼ばれしまして、そちらで何名かの VTuber さんと集まって、おすすめのセクマイの作品ですね、セクシャルマイノリティの作品こんなのあるんだよっていうのを、結構幅広くお話をしたのか、皆さんそれぞれ2作品くらい出していったので、そういうことはしましたがね。ありがとうございます。後で、そうですね、ラブドールさんって、同じね、反差別で活動してくださってる VTuber さんなんですけども、そちらの動画とかですね、後でリンクとか貼っておこうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。チャッキーがクイア映画だったとはって、いや、それ最近私も知りました。そうです。私話したやつだ。しっかりチェックしていただいてますね。ありがとうございます。視聴済み勢がやっぱり潜んでおりますね。ありがとうございます。応援していただいてね。はい。ということで、はい。大丈夫です。いや、大丈夫です。音花風花はじゃあ何したかっていうと、もちろん SNS での発信ですけど、一応ね、もう皆様言わなくても大丈夫だと思うんですけど、エブリデイプライドって感じなので、特別に何かしたかと言われるとしてないけれど、このお衣装、プログレスプライドフラッグとかがちょっとあしらわれているお衣装を着て、配信に出てくるだとか、あとはそのちょうど実況していたゲームもすごくね、シスターフットを素材してあるゲームだったので、それをちょうど6月にもね、実況して完結できたっていうところはしたけど、っていうところですね。やっぱ LGBTQ+ の、その権利保護がバックラッシュで持っていかれないようにするためにどうすればいいかなって我々の立場でっていうところで
まあだから発信、うんうん。コンテンツとして発信するっていうところはまあ考えたけどっていう。やっぱまあでもね、バタフライエフェクトだと思って、この蝶の羽ばたきがいつか嵐を起こすというところで頑張っていこおー、うというところでね、そうどっちかはい。っていうと、プライド月間よりも4月1日の方が私気を使ったというか、気合い入れてたんですよ。あああ、ああ、確かに。うあの、ん。まあ、作品としてなので、現実では違うんですが、うん、あの、創はい。作としては使われる言葉で性転はい。換ってあるじゃないですか。やっぱ4月1日に性あ転換ネタだあ、ったり、同性婚うん、ネタとか、そういうのをされうん、るのが嫌だったので、逆にだからエイプリルフールの方がうん。何かしら言ってたなっていう記憶はあります。はい。うん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 。はい。まあ、これは後でリンク貼っとくんですけど、我々が実況したですね、ホズミコイルシスターフットは、良ければ第5回だけでも見てください。はい。当事者のキャラクターがわあ、登場しますので、はい。うんうん。いや、ああ、素晴らしい。はい。ということでですね、よろしくお願いします。はい。次なんですけど、まあ同じような、ちょっとすいません、かぶっちゃったんですけど、まあ、ホイッピーさんは自身がそう当事者であり、また反差別を掲げてらっしゃる VTuber であるということで、はい。またはですね、うんうん。マイノリティの当事者として、あるいははい。アライとして発信するときに、まあ、特に気をつはい。けてることとか、難しいと感じてることとかっていうのは何かありますでうん。しょうか？そうですね。一応私も、動画で、バイセクシャル、バイロマンティックの、はこんな感じなんだよっていう動画を出したことがあるんです。それは私が当事者性あるっていうことで、うんうんうん。お話はしたんですけれども、まあ、ただ、自分が当事者とはいえ、このセクシャリティの正解が私が話したことが全てだとはならないように、できるだけ丁寧にお伝えした、動画にはしてます。はい。あ、よくあるのは結構ね、なんだろう、セクマイの中でも、〇〇あるあるみたいな、まあ、ゲイあある、あ。あレズビアンあるあるとか、うそういうのーん。は見てもらいやすいし、人気なんですけど、そのあるあるとかを使ってしまうと、どうしても当事者の中でもマジョリティ側の意見に偏ってしまうっていうのもうーあるので、ん。まあ、そうならないように、気をつけて作ったっていうのはありますね。はい。ん、新井の立場としては、はい。まあ、当事者の方の負担、説明負担がやっぱりどうしても出てくるっていうのが、言われてるのはもう結構広まってるとは思うんですけど、はい。それが減るように、新井の立場で発信していく必要があるとは思うんですけれども、ただ、まあ、当事者でない分、あの、もちろん当事者の方たちとちょっとやはり違った部分になってしまう、間違った知識がうんうんうん。積み重なってしまう可能性もあるので、あの、それができるだけ減るように、当事者の方の話を、結構ね、最近はもう当事者の方たちも自分で記事にされたりとか、うん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 。してたりとか、もちろんね、動画とか上げたりとかしてるので、そういった方の話をちゃんと見たり聞いたり、あとは本ですね、を読んだりとかですね。まあ、できるだけ学ぶを怠らないように気をつけながら、そうですね、発信をするっていう風には出ますかね。はい。はい。ありうん。がとうございます。いや、そうですね。当事者の方はい。のやっぱ声を聞くっていうところが非常に大事だうん。と思ってます。風花さんはどうですか？はい。いや、本当にはい。みーちゃんのおっしゃってた通り、結局何々あるあるって、もちろんはい。そういう存在がいるよっていう呼びかけというか、まあ、きっはい。かけにはね、できるけど、それがテンうん。プレートというか、うん。ステレオタイプされてしまうっていうのは危険。うん。まあ、私、そしてはい。バイセクシャル当事者だけうん。ど、私うん。の語るはい。バイセクの気持ちが
他のバイセクの方にも適用するかというとそうではないっていうところうんとかのやっぱ、そうなんですよ。やっぱ枠組みを決めてしまうっていうのの恐ろしさをやっぱりね、グラデーションの中にいる人間は余計に感じるわけで、はい。当事者でもあるし、他のマイノリティ属性に対しては私、アライなわけで、トランスジェンダーの方々のアライというところだったり、ゲイのアライであってっていうところなので、そこをだからやっぱ踏みつけないように、ステレオタイプを再生産してしまわないようにっていうところですね。あとはだからその当事者の方を教科書にしないっていうところをすごく考えてるので、やっぱ説明責任っていうか、説明しろよ教えろよって言われた時に、やっぱ新井がバッと前に出て代わりに言うっていうか、そういうもちろん当事者の方が声を上げたいだったらそれを止めることはしないし、はい、逆にその方が助かるが、毎回当事者の方を講師にするとか、教科書にするっていうのはやっぱちょっと暴力的だなって思うので、なので新井がさっと出てきて、こういう概念がありますというところで、さらっだからこういうものですって決めつけるんじゃなくて、こういう概念があって、そこに重なる人がそれを自認して発信しているよっていうところとかの、だからやっぱ枠線をぐーっと濃く決めるんじゃなくて、ゆるい感じで重なり合うような感じの話ができればいいなとは思いながら、あとはやっぱ自分が知らない概念もいっぱいあるので、そういう、そうですよね。セクシャリティについてもやっぱりいろいろあるし、ノンバイナリーと一口に言ってもいろいろ、私はアジェンダーですけど、アジェンダーであったり X ジェンダーとか、そういういろんな方がたくさんいらっしゃるので、そういうでも知らない言葉もある、知らない概念もあるってところはやっぱ忘れずに。だから、そうですね、知らないから調べようがないんですが、もし知った時にはね、それを素直に受け入れて受け止めて、こういうのもあるそうです。すみません。勉強しますっていうか、覚えましたってところでね、発信していけたらいいなと思っております。なるほど、ありがとうございます。そうですね。だから真の何々論みたいなのをやっぱ発信するたりするのは暴力的だと思って、そこでですね、次の質問にもこの絡む話なんですけど、自分の中でやっぱりマジョリティ性がある部分っていうのがあると思うんですよね。インターセクショナリティ、交差性って呼ばれる概念があるんですけど、人間には誰しもマジョリティな部分とマイノリティな部分があるっていうことなんですね。で、例えば私だったらシスジェンダーの男性なんですが、発達障害でもあります。で、そういうのを自身のマイジョリティ性っていうのを特にマイノリティの当事者側からね、批判されたりした時ってすごく対応が難しいと思うんですけど、ホイッピーさんはどうやって対処してますでしょうか？そうですね。結局自分のマジョリティ性があることで、お相手の方の、足を踏んでるっていう状況に出る場合は、やはりそれはもう自認会が必要なのと、あとは何が良かったかっていうので訂正をさせていただく。で、今後そういったことを改めるためには自分が何をすべきかっていうのを考えてお伝えするっていうのが何より大事かなと、私は長年のいろんなことを見てて思いますね。はい。そうですよね。その後やっぱり差別に反対していくとかっていう形で、反省を形にしていくっていうことしかないのかなというふうには、思いますね。そうです。はい。風花さんはどうですか？やっぱ真摯に受け止めて反省をするというか、自制してしっかりこの後に生かすってやっぱ難しいこと
なんですよね。それができない人とか、自分の間違いを認めたくない人うとか、ん。その間違ってますよっていうその指摘を攻撃だと受け止めちゃうメンタリティ。私がそうなんですけど、いさめられてるだけで、指摘だから、こういうのもあるから、気を気をつけうん。気をつけてねっていう言葉を、こう自分自身の否定というか、うん。そう思ってしまうっていうことが、うん。往々にしてあるので、やっぱしっかりまず受うん。け止めるっていうことをしないといけない。知らなかった知らなかっうたからん。といって、それは加害を続ければ悪ですけど、知らなかった知ろうとしないのうと、ん。知らなかったでは全然話が違うので、知うらなかったん。場合に指摘されて新たに得た知識であれば、それをきちんと言っうん。た上で、だから切腹しますみたいなレベルで、反省、あの、よっぽどひどい差別言説になってれば、ちょっとね、別かもしれないんですけど、基本的にはそういうことがあるんですよ、知らなかったですっていう、ライトに受け止め、いい意味でライトに受け止めていくっていう。だから指摘する側うん。も攻撃してるわけじゃなくうん。て、あなたにもっとより良い、うん。発信をしてほしいと思ってますよっていう前提。で、うん。こちらも、うん。そうなんですね、ありがとうございます。今後、あの、その概念をしっかり踏まえていきますっていう、ポジティブなやり取りになればいいなっていう風に思ってるので、まず、あなうん。たそれダメだよって言われた時に、己への否定ではないっていうところに、まず、己のメンタルを切り替えないといけないので、私の場合は。とだからまずは、己との戦いを今現在しているというような形になるのかなって。うんうんうん。うんうん。そういう風に、そう、己との戦いを乗り越えた先にたどり着きたいなところはある。うん。なのでお互いに、だから相手を攻撃しようと思って指摘する人そうそういないんですけど、いないでしょうけど、うん。だから誹謗中傷と批判をごっちゃにしてなあなあにしようとする層が一定数いるので、そうならないようにきちんとうん。切り分けて、指摘を受け止めるっていう、だからお互い、はい。指摘知らないかったその人に、なんか切腹させようと思うとかじゃなくて、やっぱちゃんと、そういうところ、なんで切腹に例えたかな、ちょっと私でも自分がちょっとなんで切腹って言葉を選んだのかわかんないんですはい。そうだな。だからやっぱり知らなかったは罪じゃない。知ろうとしないのは罪なんだと。なので、そこのメンタリティの保ち方というか、それも結局一人じゃできないことで、コミュニティとして成り立っている社会の中で生きているからこそ起こることなので、そこを大事にしていきたいなとは思っていますよね。はい。はい、ありがとうございました。いや、そうなんですよね。コメントもしていただいてありがとうございます。そう、マジョリティだと、やっぱりマイノリティの方々の困難を知らないで生きてこれたっていうところがあるので、その時にね、マイノリティの人たちをなんか説明役にしたり、教科書みたいにするっていうのは、やっぱり完全に間違ったね、態度だと思うので、しないようにですね、やっぱ気をつけていくしかないのかなというふうに思います。はい、ということでありがとうございました。で、一応ですね、これが、最後の大テーマというか、私のチャンネルなので、ぜひね、聞きたかったんですけど、社会問題について話す難しさですよね。で、政府の批判などを、バランスをとって発信するっていうのは、やっぱりすごく難しいことだと思うんですよ。で、私は普段からその時事問題を取り上げて、直接的にね、結構政府を批判しているんですけど、ホイッピーさんは、動画とかを、ご覧になる限りは、直接的な政府批判などはあまり行われてないと思っております。で、しかし政策とかに対して、意義がある場合もあると思うんですけど、そういう時はどういうふうに発信することを心がけられてますか？そうですね。私結局そういった政治っていうのは皆さんご存知と思いますけど、生活とつながっているので、
雑談配信とかの日常を話すことの中に話してることが結構ありますね。ああ、はないるほど。普通に批判が入ることがあって、で、いつも日曜日にやってるんですけど、ちょっと明日はメンバーシップとかもあって難しいので、ちょっとお話ができないかもしれないけど、ちょっとね、最低賃金1500円見送られたことを許してないので、それをね、他に本当は聞いてほしかったんですけど、聞いてくださったんですけど、ちょっと明日はね、難しいかもしれないなと思いながら、そんな感じで、一種の、愚痴というか、結局、特に最低賃金1500円送られたのとかは、意外とね、その企業勤めの方とかだったら共感もしてくださる方もいらっしゃる。やっぱりね、でもそこから結構ね、最低賃金で働くっていう感じになっちゃってる方もね、たくさんでねそうだから最低賃金1500円見送られたことだけじゃないんですけどね、本当はね。そういわゆるフリーランスの方もそうだし、障害者雇用の方もそうだし、外国人の就業の実技じゃなかった、なんだっけ技能実習生だ、技能実習生とかね、とかそういったところもあるので、だからもし明日話したら1500円許せないっていうのはあるけど、他のこともいろいろあるんで、時間があるときに結局多分話してはいるんじゃないかなって感じですね。はい。なるほどですね。ありがとうございます。とか素晴らしいって、そういう言葉を選んじゃった。でもそうですよね。日常の話だから、政府批判しますっていう配信じゃなくて、それがだから自分たちが生きる中で尊厳ある子として生きていくために必要な話をしていますっていうスタンスでいますっていうのは、やっぱそこだから大事ですよ。だから結局ね、左翼だとか、すごいひどいね、言葉とかでレッテル貼られたりするけれど、やっぱ生活の話をしている、命の話をしていますっていうことだと思うし、でやっぱその9500円が見送られたっていうのは、やっぱ当事者性がある人が多いから共感しやすいし、燃えるんじゃなくて上げてもらえることが多いと思うと、逆にその外国人排斥を歌ってるオレンジの政党とかがはびこってるので、やっぱその外国人、技能実習生制度だったり、移民難民っていうこのあたり当事者性がない人間が、そんな政策どうなっても関係ないしって言えちゃうような感じじゃん。当事者性がないから、いや別に関係ないからどうでもいいっていうか出ていってほしいみたいな感じだったりするので、当事者性がある話とかはね、分かってもらいやすいし話しやすいけど、そうじゃない話、難しいけど逆にこここそ話さなきゃいけないんだよなって思うと、バランスというか、どこまで感情を混ぜるかっていうのはすごく難しいなっていう、ちょっと話してて思いました。すみません、割り込みました。いや、でも結構ですね、私普通に雑談で話して、もうリスナーさんもいつものことだから、そんななんだろう、もともとね、その SNS でも無差別とか言ってたから、もう子さんのリスナーさんなんかは本当にそのあたりは理解しつつ来てくれてると思うんでね、特に何も言われず、私が一人でベラベラ喋ってますよ。雑談配信だから。なるほど。
なるほど。ありがとうはい。ございます。そうなんですね。なるほど。雑談っうん。ていう、まあ、形式そうですね。日常のことを話したりですとか、はい。まあ、SNS でのね、もちろん発信もあると思うんはい。ですけど、まあ、そういうことをね、自然に織り交ぜながらシームレスに、うん。まあ、発信していけばですね、うん。そうですね。1500円でもはい。物価高騰の時にね、豊かな生活ができるわけじゃうんうん。ないっていうことだと思うので、そうですね。なかなか、なんですよそうです。ね。そうですよね。うん。実感を持って、伝えうん。ることができるのかなと思います。ありがとうございうん。ます。非常に勉強になりました。はい。本当に。はい。ああ、そうです。批判する側がバランス取るんじゃなくて、社会にバランスを取らせなきゃいけねえんだなっていうのを改めて感じうんうんうん。なるそうほど。ですね。うんうん。そう、こっち側の問題じゃないなって、その個人、まあもちろん個人個人で偏見とか差別を持ってる方がいるので、そこはちょっとずつね、当人で変えていっていただくとしても、やっぱまず社会構造うん。にバランスが取れてないので、社会構造にバランスを取らせなきゃいけない。そうね、なんでしょうね、大目標がちょっとね、うんうん。そこだなっていうふうにはうんうんうん。うんうん。はい。ということで、ちょっと次の質問なんですけど、まあ、これに関わるこうん。とでですね、まあ、どうしてもやっぱりその賛はい。否両論の政策とうかですね、そういっん。たものについうんうん。て触れると、こうん。ちらが先ほどのようにですね、日常に触れる形でバランスよく発信していても、思想うん。とかイデオロギーとか党派の問題になったり、まあ、感情的うん。な議論になっちゃったりとかしうん。がちだと思うんですけど、ホイッピーさんはこうしたね、はい。話題に触れるときは何か具体的に気をつけてらっしゃることはあるでしうん。ょうか？そうなんですよね。あ、うーん、その時の状況にもよりますし、うんうそん。の話題が、自分自身がどういうスタンスなのかにもよったりするので、なかなかここが難しいなって思ったんですよね。なので、はい。確実に全部触れるとは言えないし、うんう全部触れんうん。ないとも言えないっていう。で、あとはどうしてもね、自分自身が動く限界もあるので、うんううん。ーん、そこがね、まあ、これからもそのあたりは自分の中で考えながら、どうしようかなっていう風に、触れる気かどうするかって思いながらやっていくしかないのかなって思ってますね。うんうんううん。ん。であ、すね。うんうん。そうですね。やっぱそり、そう。うの、ん。すべてに触れるのは不可能だと思うし、まあ、うん。その、どちらがね、極うん。端に正しいっていう場合もあれば、そうでない場合もあるうっていうとん。ころで、やっぱり個別判断しかないのかなそう、というそう気なんですよね、ね。しますはい。よね。そうはい。ですね。うん、ふううん。かさんはどうですか？そうですね。構成要素 ABC、まあ、例えばですよ。その賛はい。否が激しい話題について、まあ、構成する大きな要素うん、として ABC あるが、うんうんうん。それぞれが、うん。それぞれの全てに同意できるか否かじゃなくて、やっぱ A はいいけど B はダメだよね。C はちょっと微うん妙かなうん。みたいなこともあるうんうんうん。うん。中で、なのでそこ賛否が激しい話題について触れるときで、その要素も見極めていかなうん。いと、その中にそうですよトランスね。ヘイトとか、シオニズムうんだとか、うんうん。あの、うん。アニマルライツではないとか、まあ、その、ヴィうーガニズーん。ムを否定するようなのが、こう、混ざってたりとうん。かしちゃうので、うんうんうん。そこはうーん。そこをだから見極めつつ、だから燃やされるかどうか、賛否が激しいからこそ、うん。なんとなうん。く関心持ってますよというところで、やっぱしっかり、でもそうん。の構成要素とかについて、こうん。の人 A についうん。ていいこと言ってると思って、リポストうん。した後に、あれ B うん。についてやばいこと言ってる、やばってならないように、そうしないといけないなうん。というか、うんうんうん。そこはすごくそうですよね。感じうる。ん。前のツイッター時代っうん。て、すいません、またツイッターうん。の話を何回もしちゃうんですけど、やっぱ、今やっぱ昨今のヘイトの温床なので、やっぱどうしても話題に出ちゃうんですけど、前っうん。て、いいね欄が見れたじゃないですか。あ、あれがすごくはいはい。
使ってて、なんでかっていうと、政治的にはなんかこう人権的にはいいこと言ってるのに、いいね欄見てみたらトランスヘイトばっかりいいねしてるから、この人やばいなっていうのがわかるというか。だな連帯してはいけないっていうところが分かるっていうところがあったので、絶対にいいね欄を見てねっていうそのトランスアライの方々の呼びかけに、なるほど、そっか、そこで見れば分かるし、加害に2次加害3次加害に加担しなくて済むと思ってたんですが、解約されたので、そうまあでも面倒だとしてもやっぱりリポストを見漁る、しっかり TL 見て、大丈夫だなと思ってリポストするとかっていう、やっぱ労力かかってて、しんどいはしんどいけれど、でもそのしんどさを嫌だなと思って無視するようになったら、終わりだなと思って、終わり。いやー、本当加担するようになっちゃうので、そこ、そうだから賛否もその何に対して賛否が分かれてるかとかしっかり見ていかないとっていうところはすごく気をつけてるけど、ちゃんとできるか分かんないけど、でもやらなきゃ変わらないのと思ってやってたりします。そうなんですよね。ありがとうございます。今、秋野しのりさん、どこぞのいつせさん、コンカラスです。コメントありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。どこぞのいつせさんは以前ですね、クイア VTuber として、コラボレーションの方させていただきました。本当、その時ありがとうございました。ぜひ、そのログもですね、チェックしてください。初めて見かける方は全員いいね欄をチェックしてましたというですね。まあ、当事者の方の、実際の、まあ、そうですよね。っていう。そう、やっぱりトランスレーター混じってるの怖すぎますからね。はい。そうですよね。はい。というところで、で次の質問ともちょっと絡むんですけれども、特定の社会的な主張に対して反論したり主張するにはということで、ちょっと大変申し訳ないです。これちょっと抽象的すぎる質問だったと思うんですけど、やっぱり僕らとか反差別の活動をしてると、直接的なそういうねものへの批判ではなくても、そういったトランスヘイトとかの有害な主張に対して、ちょっと反論せざるを得ないっていう局面もあるんじゃないかと思うんですけど、そういった時はホイッピーさんはどういうことをお気をつけになられてますでしょうか？そうですね。質問だったか、どれかの質問の時にもちょっとお話はですが、例えば SNS だったらやっぱりもう自分の中では議論ができる場所じゃないっていうのがあるので、なんなら同じようにね、やはり人権侵害に反対していると思っていたアカウントの方が結局あれそれ違いますよって指摘した時に、自分の主張を正当化するためにどんどんね差別的な発言に傾倒するパターンも本当にたくさん見てきましたので。なるほど。なので JK ローリングなのでもう直接指摘するっていうのはちょっと諦めましたね。でこれもちょっとさっきと同じようなことになるんだけど、結局その発信をしてしまった方を止めるのはなかなかもう難しいなっていうのがあるので、その方をフォローしている方とか周囲の方も擁護する方もたくさんいるとは思うんですけど、もしかしたらその中にもちょっとやっぱりその考えはおかしいんじゃないかなっていうふうに思っちゃう、方っていうのにまだやるならそちらの方に行かないでほしいなっていうポストをしてそれが届くといいなっていうのをするですね。もう本当は私もねどちらかというとこうカラリプみたいななるのってどうしてもなんか陰湿な感じがするというか、だから本当は自分個人的にはすごく嫌だったんですよね前はね。でももう今のその SNS の特性がとにかくいろんな方がいらっしゃるっていうのも
分かってきたので、はい。そうですね。どんなに自分自身が謝ってても認められない方っていうのがこれだけいるんだなっていうのを知ってしまったので、もうそれは仕方ないのかなっていう、そこに反論したり主張するっていう方向ではなくて、もう風花さんがさっき言ったようにボトルメールみたいな感じで届けみたいな感じでやるのがもうかなっていうくらいですかね。僕本当に消極的な行動になっちゃうんですけど、じゃないともう結局、どんどんね普通的な方向にね走る方が増えちゃうんですよ。すごい悲しいことにどれだけトランスジェンダー差別の方に尊敬するフェミニストの方が取り込まれていったかっていうのを見てきたので、本当にもう時もすごく辛かったし、もう今もこういうパターンが他のマイノリティの件でもあったので、っていうことでそんな感じになります。悲しい話になってしまいましたけどすいません。はい。まあそうですね。ただ SNS に関してはね、やっぱりそうですね、エスカレート化を止めるっていうのもね、一つの方法だと私は思いますね。ふかさんの方はどうですか？そうです。まあ、それこそ私も先ほどというか、前述した通りなんですが、議論するパワーがないし、だからやっぱ自分で知識が不足してるから、正しい反論ができないっていう、引け目があるというのがあるので、やっぱ賛同できる主張には引用してたくさんっていうか、引用リポストでプラスリポストもするみたいな形だったり、でだからこの主張賛同できないなだったらわざわざ引用リポストして、その人に話しかけることはしないっていう方針ではいる。だからただ私のポストをタイムラインに流れてきたのをたまたま見てくださった方が考えるきっかけになればいいなっていう、本当にそうですね。積極的にだから積極的に議論というか、批判というか指摘をしにはどうしてもいけないっていうのは、本当に私的には負い目というか、逆にインフルエンサーがすべきなんじゃないかと思ってるけど、やっぱちょっと私には難しいなっていう、やっぱちょっと人の悪意に触れるのが苦手なんですよね、どうしても。があるので、ただ SNS でトランスヘイトをしている、SNS で外国籍ヘイトをしている、障害者ヘイト、差別をしているっていう人たちに対しては、やっぱ SNS 上で反論する人がやっぱ一定数いないと、差別って量産しやすいんですけど、反差別は量産ができないんですよね。残念だ。とても非常に難しいことに。そうだから本当反論したり立ち向かってくださってる方はありがたいので、だからその方を応援するしかできないっていう引け目はあるけど、でもやっぱそれが私にできる精一杯ではあると。で、あとだからボトルメールもがギリギリかなっていうところではあるので、まだだから直接対応立ち向かうとか対峙することはできないけど、なかなかね難しい。私のメンタリティ的にちょっと難しいけれど、立ち向かってくださる方を応援するだとか、賛同できる場合には積極的にリポストしたりとか、引用したりとか、その賛同できる内容についてさらに自分の気持ちとか見解を加えたような内容をポストしてみるだとか、そんな感じで少しずつ広げていく。でもやっぱね、差別側が爆発的に増えるからといって、じゃあこちらもとりあえずワンイシューでまとまっちゃうかっていうと恐ろしいことが絶対起こるので、どんなに向こうの勢いに押されてるって分かってても、やっぱ誠実に積み上げていけば
爆発的に増えてったやつっていつかなくなるんですよ。そっちの方が絶対土台がないので、そいつらはいつか崩せるんですよ。だから社会正義と公共の福祉と倫理とかその人権とかを大事にし始めたら、その爆発的に増えた差別のやつらは一掃できる、一掃っていう言い方も命をじゃなくてそういう概念を一掃できるっていうことで言ってますですけど、はい。そう信じてるのでやっぱ我々は丁寧につながっていく、丁寧につながっていって、立ち向かってくださっているとか、ちょっとこう声を上げてくださっている方々をエンパワーメントっていうか支える、で苦しんでる方を少しでもエンパワーメントできるような発信をするっていう形で、事実上の反論ですみたいな、事実上の主張ですみたいな感じの、ちょっとずるいっちゃずるいって分かってるんですけど、自分のできる精一杯でどうにか社会問題、我々は社会で生きているから全ての社会問題について他人事ではないので、だって外国籍の人についてのなんかいろいろな問題って自分日本国籍だから関係ないでしょうじゃないので、やっぱ同じ社会に生きていく中でその外国籍の方に対してどういう待遇扱いをするかっていう話だから、やっぱそれを一緒に生きてる我々は結局それももう無関係ではないっていうところもやっぱ忘れずにいなきゃいけないところもやっぱ、全て他人事ではない。でもそれでもやっぱ優先順位としては命が失われるかもしれないっていうところはやっぱ早めにそこをとりあえず片付けるというか、落ち着かせないことにはっていう悲劇を防ぎたいことがある。あとは私としてはそうですね、ちょっとジャニーズ問題であったりとか性加害問題についてはだいぶ私はちょっと、そこはちょっと当事者性があったりしてしまうので、なのでインフルエンすごく爆発的なインフルエンサーではないんですが、一応当事者として苦しい思いをしたからこそ言えることというか、思っていること、どれだけ社会が冷たくて助けてくれなかったか、氷山の一角であるかっていうことを伝えていって変わろうっていう、だからその丁寧さで本当何回草の根運動って言ってるんだろうって感じですけど、本当にでも実際本当そうだよなと思ってて、やっぱそうだと思います。やっぱ爆発的に不正される差別じゃなくて、丁寧に一個人と一個人がつながっていくっていう連帯を広げていくために、どんなに苦しくてもそういうふうに手を取り合えるような事実上の反論、事実上の主張同意っていう感じでしていけたらいいなと思って頑張ってはいます。はい、ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。ちょっとなんかね、申し訳ない。というか、最初に私が抽象的な質問をして、しかもね、おそらくお二人と違って、私、未だにそうやって SNS も結構、X とかで積極的に割と発信している方だし、しかも、ね、直接反論してるように見えるところもあると思うので、ちょっと釈明も兼ねて、ちょっとひどいことあれしたいんですけど、私もですね、最初は本当なんか、すべてを傷つけるナイフみたいな感じで自分で言ったらなんですけどもう誰から構わずやっぱりねヘイトスピーカーの人とかにも反論しまくってたんですよ。だけどだんだんやっぱりそのホイッピーさんと同じでやっぱり反論してもあの人たち聞かないし、逆にこっちの反論を理由として被害者みたいなねことを言い出すようになったので、これはまずいなと思って、ある時から結構その代表的なね、例えば典型的には政治家ですけれども、そういうヘイトを利用する人たちが残念ながらいるので、そういう人たちをやっぱやり玉に挙げて直接批判したりとかですね、そういう感じでやってることは客観的に見れば同じに見えるかもしれないんですけど、あくまでもその公人とかね、有名人に対してだけ批判するっていうような感じにちょっとシフトしてます。はい。ね。いやでも釈明とかしなくていいですよ。逆に反論
する人がいないと、それうん。が社会のそうです普通にね。なっちゃうじゃないですか。まあ、一切反だか論しないってら、いうのもまずいなと思そうってるので、はい。なので、正うん直、うん。相手が変わると思ってなくても反論してくれてる方々っていうのがうんうんう大ん。事ではあるんですよ。そうですね。全員がうん全員そう思ってるわけじゃないっていう表明ってやっぱ直接カウンターしてくださってるね、方々うんがやっぱ一番可視化されやすいので、やっぱそういう方々に連なって、我々が送っているボトルメールが、まあ、ちょこちょこ紐づいて出てくるっていう感じだと思うので、やっぱうんうん直接反論してるから悪いわけではないと思う。うんねっていうとこもちろんね。そう相手が逆手に取ってというか、上げ足取ってくるっていうのは、うん相手のうん相手がふざけているという、ふざけた真似をって感じですけど、でも本当にでもやっぱ立ち向かって反論してくれてる人の意見を見て、傷つけられた方が少しでも救われるっていうことも絶対あるので、やっぱ反論してくださる方々が悪いわけではないっていう、まあ、内容にもとか言葉選びとかもよるとは思うし、いくら反論だとしてもインプレッションにはなってしまうので、そこは確かに悔しいけれど、っていうところのその見極めというか、なので、特に著名人とかやっぱ余計になんでしょうね、影響力が強そうですいので、ね。やばい影響力がある人たちに対してはやっぱ反論しなきゃいけないなと思いますね。はい。ということで、ペタさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そして、別の方ちょっと、ごめんなさい、ご質問かな。地震の配信とかで差別の書き込みをする人がいて、反論しないときはブロックは行うのでしょうか。私はそうですね、黙って削除して、で、そのチャットルールとかに明らかに違反してるとかだったら、普通にモデレーションでバンしたりしていますね。ホイッピーさんはどうですか？そうですね。その書き方にもよるんですけれども、その方が何として言ったのかがわからないので、私結構なんかそういったすぐなんでなんでってなっちゃうタイプの方の人間で、なので一旦まあ様子を見るというか、ダメだよっていうのはちゃんと言います。注意もします。でもその次この人は何を言ってくるんだろうと思って、そのコメントのように反論しないとか、もっと悪化するようであれば、それはあなたは問題発言ですねっていうので、タイムアウトしますねっていう感じでピピってします。はい。なるほど、ありがとうございます。そうですね、やっぱり反論がないと、知識のない方が差別的言説に目を通したときに、そのまま飲み込んでしまうっていう可能性はやっぱり、考えなきゃいけないなと思います。はい、皆様コメントありがとうございます。はい。なので、結局チャット欄とかって全員がこのカラスマ100やパンケーキホイップクリーム、音花フープを信頼してきてくださってる視聴者の方々なわけじゃないですか。その中に差別的な言説がポンって出てきて、それが形で残り続けるとなると傷つけられちゃうじゃないですか。だからやっぱり反論できないなって、一応その指摘とかは一応するとか、解説した判断はする。でその次にどう動くか、ホイッピーちゃんも言っておられましたけど、だとしてもやっぱり反論してもしなくてもやっぱり誰かを傷つけてしまうコメント、書き込みを残すことによって自身の配信や動画が誰かに傷つけてしまう言葉の拡散に加担させられているというか、我々が作ろうとしているセーフティースペースを侵害しに来ているってなると、やっぱりちょっとブロックしたり消したりっていうことが、私たちが目障りだから消すとかっていう以上にというかっていうわけじゃなくて、もっとなんだろうな、公共の福祉的な観点でいくと、
その我々の配信を誰かを傷つけるためのトラップにさせてたまるかっていう気持ちで、おそらくそういう嫌な書き込みをされた場合にはやっぱり消しますね。うんうんうん。改めてくれたとしてもやっぱり消しますかね、私は。来たとしたら。うんうんうんだってその言葉を見て傷ついてしまう視聴者さんはい。を生みたくないので、せっかく自分たちを信頼して忙しい時間を割いて、来てくださってる方をわざわざ傷つけるようなはい感じしたくないっていうのがやっぱ発信者として、はい別に自分で配信活動してないのに何言ってんだって感じではあるんですが、やっぱそこはちょっと自分の中の美学というかはちょっと思ったりはしますね。はいありがとうございます。っていうことでですね、すみません、ちょっとSNS の話すごい盛り上がったのでありがとうございました。ちょっと4番飛ばして、先に5番の方質問聞きたかったんですけど、まあ、はい先ほども、おっしゃってましたけど、ホイッピーさんは、X をね、きっぱりとお辞めになった VTuber さんでも有名です。後でね、動画とかも有名なのリンク有名だすね。有名じゃないんですか？いや、私、すごい、そうついにこういうなんか V の方がっていうですね、ちょっとね、そう感動した記憶があるんですけど、はいいやそうなそうんですね私へーも私もめっちゃ感動してていうか尊敬しました。そうですそうなんでね。すか。そういや一番知ってもらいやすいというか VTuber に関心がある層がいるであろう SNS をスパッと切る、はい本当にアカウントを消すっていうことをできるっていう、はいその信念にめちゃめちゃ感動して尊敬しました。本当にですね。そういやなんだ。ちなみにありがとうちょっとございます。後ろに表示ちゃんとできてないんですけれども、こういうね素晴らしい動画があるので後でリンクを貼っておきます。VTuber を X をやめるとどうなるというですね。はい。はい。なのでですね、はい。で、私はですね、だから未だにやってる方なんですけど、ただ SNS とかやっぱりメディアとの連携ってね、すごく重要だとは思うんですよ。はいで、今は、ブルースカイとかで発信はしてらっしゃると思うんですけど、今後どうしていくかとか、そういったプランはございますか？今後どうしていくべきか、どうするべきか。はい、例えば、SNS 以外のそういうメディアを広めていくとか、あるいはそのブルースカイ以外のね、そういうマストドンとかそういった方にも発動していくとか、なんかそういった計画は特にないっていう感じですか？ですね、実を言いますと、いマストドンには一時期いたかったんですけど、はい。そうなんです。ただ、ですね、マストドンに関しては、うんうん。なんというか、結構、またこれも同じような感じで、うんうん。反差別界隈の中で、いわゆる争いみたいなのが起こってしまいまして、それで、マストドンで。それは知らなかったですね。ですできたらよかったんですけど、はい。とこで話し合えたらよかったんですけど、もうやっぱり皆さん余裕がないからね。なので議論の段階にもいかずにブロックみたいな感じになっちゃうっていうのもあって、でいわゆるマストドンってちょっとサークルみたいな感じになってるから、うんうん。なんだろう、こう結身内の局自分そうです、自分と血の合う方、自分と意見が合う方としかつながらないっていう感じになんかなっていきそうだなっていう気配を感じて、私はどちらかというととりあえずいろんな方の話を聞きたいっていう方向なので、今回もそこはちょっと近い部分はあるけど、でもなんかマストドンよりはそこが弱かったので、ということでマストドンは撤退しました。はいなるほどっすね。これはでもそうですね、私のあくまで相性が悪かったというだけで、はい。マストドンを利用している方を否定しているわけでもなくて、
そこで頑張ってらっしゃる方たちっていうのも知ってるから、それはもちろんね、すごいことだと思うけれども、私が合わなかっただけっていう話ですね。なるほど。ってはい。ことは、まあ、とりあえず今は、他の SNS をやるとかそういうのはあんまり、まあ、もう忙しいと思いますし、考えてないっていうような感じなんですね。ブルースカ以外は。そうなんですよね。ブルースキーと、やっぱり YouTube で今は頑張らないといけない、頑張り時なのかなっていうとこもあって、いい加減5年目なので5年目なので、ちょっとそろそろ本当にちゃんと、しっかり、見てもらうようにしないといけないなっていうので、力入れないなといけないなと思って、なので他のメディアっていうの、今のところは特に考えてないですね。はい。なるほど。ありがとうございます。はい。まあ、ふうかさんは、まあそうですよね。要はブルースカにやってらっしゃると思うんですけど、そうです。X からの完全撤退ができなかった理由が、私のお姿を描いてくださったママ様が、X しか使ってないから、どうしてもやめられないっていうなるほど。あって、ただ、そうなんですね。向こうでの宣伝をもうほぼほぼ、画像を勝手になんかいろいろできるように仕上がったじゃないですか、なんとかマスクさんが。なので、結局ママや他の方々の権利を侵害するわけにはいかないから、と思って一応、向こうでの活動は停止してまして、たまになんかちょっと、行かなきゃいけない行かなきゃいけない時ってなんだろう、行かなきゃいけない時があるとしても、反戦反差別の方のツイだから結局書きだめの中でもう頑張ってくださってる方をちょっと応援しいわゆる元カルピス軍団って呼ばれる方々が向こうにいらっしゃるけど、何ですか、カルピス軍団って。ですね、これ話し出すととんでもないことになるのであれなんですけど、簡潔に言うと、福祉を攻撃していた人々に怒って、集った有志って感じの方々ね。まあ、そのアンチフェミアンチ活動をしてるような感じな人たちですね。はい。アンチフェミアンチ活動。ああ、なるほど、なるほど。そう。なので、そういう、だからカウンターをしてくださってる方々がいたんですけど、なのでそれが結局、そのヘイトをまき散らすやつがそこ X にいるから、だから多分そこにとどまり続けてらっしゃるんですけど、だから攻撃されてた貧困女性支援の団体であったり、子供たちへの、とか貧困家庭のその、食事の、提供とか、そういう方々、攻撃されてた方々の支援とか拡散をまだ X でしておられるので、たまにだから見に行ってそういう活動、例えば今はそうですね、もうすぐ夏休みなので、給食だけしか食べれなかった子たちが苦しむ時期がもうすぐやってくるので、そういう団体様が寄付とかを募ってるんですね。それに、その団体を攻撃してたやつのカウンターの人たちで、毎年とか、なので、長期休みの前のたびにずっと、団体がこうやってまた夏休みが来るので、支援してるので、っていうことを X で言っておられたりするので、それをリツイートとかをしに行ったりだとかはしてるんですねっていうところで、なので X やめてはいるけど、やめない理由はそういう、なんでしょうね、一筋の光というか、雲の糸というか、なんなんだろうな。そういう方々に希望を見出すことができるから、その瞬間だけはX 見てて幸せなんですよ。人権的に、人権的に頑張っておられる方々が影響力があるっていうのを見ると、やっぱちょっとありがたいというか、やっぱちゃんと賛同してくれる方々はいるんだなって分かるのはやっぱり残念ながらまだやっぱ X が一番インプレッションっていうか、
反応が多いし、ユーザーも多いので、やっぱそこでちょっとずうんつ頑張っておられるカウンターの方々を見うんて、うん若干安心しつつっていうところはあるんですけど、ただ YouTube もね、差別動画とか、なんかそういうこう、ステレオタイプ再生産動画とかが増えてるので、できる限りね、そうですね、YouTube で、VTuber となったからには、YouTube でそういう人たちへの、そういう偏見へのカウンターになるような活動ができればいいなと思って、私一応ね、烏丸さんの配信に乗っかる形ではあるんですけれど、そんな感じで頑張っていけたらなって思っているので、YouTube に集中したいというか、するべきかな。YouTube から差別や偏見や悪意を一掃するために、我々は反差別 VTuber 同盟はね、そういうことをやっていかないといけないなっていう気持ちで頑張っております。はい。はいはい。ということでありがとうございます。反戦反差別といえばということでですね、ラムラドグローズさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。先日のコラボ面白かったです。よかったら皆さんもですね、ラグドールさんのチャンネルをチェックしてください。はい。そうなんですよね。本当イーロン・マスク体制になってからいいとこなくて、最近検索機能がやっぱり破壊されたのがね、ちょっと私もそのヘイターの人の区別、トランスヘイトとかしてた人とかね、やっぱりなかなかつかなくなったりとか、そういう問題も出てきたので、本当やっぱりリポストとかね、やっぱり政治家とかそういう公的機関以外は、ロイターとかね、外国の外信の記事とかも読むのにやっぱり使っちゃうんですけれども、ちょっと考えなきゃいけないなとは思い始めています。はい。ですね。本当検索機能も合ってるしって何なんだあいつっていう。はい。ということで、全員半 X でまとまったところで、4番に戻るんですけど、ですね、こちらちょっと、順番前後したんですが、VTuber として今ですね、YouTube に集中して、登録者を伸ばしたり、しているということなんですけれども、5年間の活動を通じてですね、非常に地道にですね、登録者伸ばしていったということで、尊敬集めてらっしゃると思うんですけど、いや、そんなことはない。あると思いますよ。なんか私たちへのアドバイスっていう感じで、方法っていうかですね、もちろん動画で発信してらっしゃるようなことはね、分かって、一応分かってるつもりなんですけど、なんかリーチをさらに広げるために考えてることとかって教えていただけますか？そうですよね。私も結構ね、流行したネタに乗っかって、ちょっと、見てもらえたかなって思ったら、停滞をするって繰り返している感じなので、なかなか難しい部分ではあるんですけど、ただ、多分皆さん反差別だから、このあたり、すごく、もしかしたら共感してもらえるのかもしれないんですけど、結構ね、YouTube の動画とコンテンツとか配信とか、何でもそうなんですけど、実はちゃんとターゲッティングって言って、視聴者層を決めて、それに合わせて作るっていうのが、本来だったら伸びやすいって言われてるんですよね。いわゆるペルソナっていうことをよく言われるんですけど、具体的ペルソナで、これぐらいの年代の方で、これぐらいこういった方でみたいな感じで考えて、それをやるとかなりその方たちにリーチをしやすいっていうのは聞いてはいるんですが、ただ私たちはそれがやっちゃうと絶対に取りこぼしちゃう方たちが出てくるっていうのもあって、で私はやっぱりセクマイノリティの方たちが安心できる場を作りたいっていうのはもうずっと一貫して考えているから、で、セクシャルマイノリティの方をターゲットにしてるなら、それはいいんじゃないのって思われるかもしれないんですけど、セクシャルマイノリティの方って本当に幅広いので、年齢からいわゆるジェンダーから、セクシャリティの部分でもそうですけど、そうなので、できるだけそういった方たちを
見てないというかスルーしてしまうっていう風な方向に行かないようにするって考えると、そのターゲティングっていうのが難しいんですよね。だからもう自分の中でどうしたらいいんだろうってなんか伸びるコツを言われ自分もちょっと常に悩んでる部分があって、あそうなのでわ特定の誰かに刺さるようにするっていうのができないっていうのがあるので、そうですね。ちょっとお名前は控えさせていただくけど、今最速で爆伸びしてる VTuber さんとかがいらっしゃるんですけど、あ、はい。そういう方ってやっぱりターゲットとしてだいたい20代から30代の会社勤めの男性をターゲットにしてますっていうのが分かりやすいみたいな感じで結構言われてたりするんですよね。それが私たちって多分できないんですよね。それやっちゃったらそはできないですよねって思うんですよ。はい、それに引っかからない方々のことを透明化しているのと同じですもんね。そうです。私はそれは絶対したくないから、それを考えると、今後もね、多分悩みながらやっていくしかないんだろうなって思ってます。そう。はい。ですね。あとはそうですね。自分自身が結構やっぱりVTuber やってきて、失敗したことはものすごく多いから、失敗したことを発信することによって、今からやっぱり VTuber さん結構間口が広がったというか、やりっていう方が増えてきたとは思うので、そういった時に失敗例を知ってるとこういうことはしない方がいいんだなっていうのが感じられるのかなと思うので、そういうのはちょっと発信はしたことで、少しその部分で見てもらえたのかなっていう、いわゆる VTuber を目指す方が増えたからこそ、ちょっとそこに需要があったのかなっていう部分はありますね。そうでも本当にね、私も5年間やってるけど、ずーっと正解がわからない。もうずーっとどうしたらいいんだろう、どうやったらリスナーさんに喜んでもらえるんだろうっていうのを考えてやってるんだけど、そう難しいですね。そうですね。ただカラスマさんとかホイッピーちゃんは、しっかり、今まで積み上げてきたものがあるから、もうむしろターゲッティングを、カラスマ100個好きな人、パンケーキホイップクリームを好きな人っていうところに絞っても、なんでしょう、だからジャンル私みたいな感じで、多分伸びていく。これから先、だから今まですごく苦労して積み上げてきたから、なんか次の段階におられるのではないかと思って、何もしていない VTuber こと音羽の風花さんはちょっとすごくキラキラした。だからパンケーキホイップクリームっていうジャンルが今出来上がってるわけです。ね、できてるのかな。いや、できてる、絶対できてます。SNS でもしっかりそういうふうに活動しておられて、動画とかもしっかり出したりしておられる、ホイッピーちゃんのことを応援しているホイッピーファンの方々がね、いらっしゃるので、その方々のために動画を出すっていう形でいいんじゃないかなというか、どこ目線って感じでちょっと偉そうってすごく恥ずかおこがましいんですが、ただ本当に頑張って今まで積み重ねてきたからこそ、ジャンル私ができたっていうところだと思うんですよ。ホイッピーちゃんもカラスマさんももちろんそうなんですが。なので、なんか新規が欲しいってなったら多分ね、確かにあれかもしれないですけど、やっぱだから今応援してくださる方々を裏切らないようにっていうところの気持ちでいるだけで全然いいんじゃないかと思ったりはしちゃう。ファン側の目線なんですね。私、だからお二方の、ホイッピーちゃんのファンでもあり、カラスマさんのファンでもあるわけで、私は。
だからやっぱそう思うんですけど、ただやっぱ、本当ね、反戦反差別とか、誰かの足を踏まない、誰かを透明化しないっていう発信を作るのってすごく難しい。難しいからといって諦めたりしたら終わりだと思うと、難しいって気持ちを持てるのも大事だと思って、それが難しいというか。ありがとうございます。いやいやいや、私全然あれなんですけど、本当に、そうだな、だから、そういうふうに試行錯誤して、今までやってきた、で、5年目、積み重ねてきた年月と努力っていうものがしっかり、実を結び始めておられるということではあって、私はすごく高く尊敬しております。はい。そんなお二方と一緒に画面に映ってるんですよ。びっくりですよね。謎の魔法少女、震えてますからね、ずっと。そんなことない。そんなことない。いや、本当に素晴らしいなと思ってて。だからやっぱこういう風にちゃんとてか人権派、反戦反差別の、が大前提にある発信者が伸びていくっていう世界が素敵だなって思うので、ぜひお二方には、なんでしょうね。重い重責を背負わせてしまうかもしれないので、軽く聞き流してほしいと、成功のロールモデルになっていただけたらいいなと。そういう風に誰かを踏んで笑い物にしたりしなくても伸びることができるよっていうか、ファンができるよっていうロールモデルになっていただけたら嬉しいなと思う。もうすでにロールモデルですよね、お二方とも。って思ってるので、より大きな成功をね掴んでいっていただけたらいいなと思うので、はい、ぜひカラスマ100およびパンケーキホイップクリームのですね、チャンネル登録および応援ハイプなどね、などどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どこ目線かっていう感じだったので、はい、失礼しました。そうですね。だからやっぱりこちらというか、どうしてもなんか私はね、なんか欧米とかと比べてしまうんですけど、向こうと比べるとやはり、リベラルな主張の人たちがインフルエンサーとしてね、成立してないっていう社会の状況があって、向こうだとそういうことを言うと、そういうジャンルの人だっていうふうに認識していただけるところがあるんですけれども、全部は全部そうじゃないですけれどもね、でも、日本はないので、そこがね、なかなか難しいところだなというところは常日頃感じてます。はい、ふにゃふにゃしてる。ありがとうございます。なんか、ふにゃふにゃした答えでなってあれでしたがはい、ということでですね、ちょっと最後の質問になってしまったんですけど、ちょっと今ね、もうだいぶ答えていただいたなというところではあるんですが、総じてVTuber としてどうやって社会にアプローチしていくべきかっていうところだと、YouTube に限らずいろんなところで全部そうだと思うんですけど、反差別のね、ですね、VTuber としていかに活動を広げていくか、その方法論についてまたですね、先ほど言ったこと以外でも何かあれば、追加で加えていただければなと思います。そうですね。社会というか、ずっとね、VTuber も社会の一員。これまでもね、ずっと私なりにいろいろ考えながらやってきて、難しいなとか、ここはできるなとかいうふうに、いろいろやってきながら動いてきたので、それが新たなアプローチっていうよりは、これからもやっていくし、で、今後そのやれることが増えるんだったら、それもまた追加してやっていきたいとは思います。で、あとはですね、かなり前になるんですけど、あれは、確かロシアがウクライナ侵攻した時だったと思うんですけど、あの時にエンターテイナーの方たちが、集まって、いわゆる反戦の署名みたいなのをしたことがあって、そこに私も及ばずながら、連ねさせていただくことができまして、ぜひ参加させてくださいっていうので、そうですね、そういうのをしたことがあるので、
そういうもしもまたそういった反差別や反戦の署名でエンターテイナーとしてですね、うんうんう VTuber ん。として名前を出してこういったことに名を連ねてますとそういうふうな方向で私自身は考えてますよっていうね、そういったアプローチっていうのも一つ必要かなと思うので、今ちょっとね X をやってない分ね、そういうなんだろう、もちろんブルースカイにも結構署名関係のやつってあるんですけど、どうしてもこう大きなアーティストの方たちの集まりとかは、大きなっていうのはそのアーティストの方たちが大きいってことじゃなくて、人数とかなんかこう集結してって感じの話ですね。そっちの方なんですけど、そういう集まりとかはちょっと把握がしきれない部分があるので、うんうんうん。そういうことをやったら私も末席ながら参加できればいいなと思ったりとかですね。そういうことですかね。自分ができること。うんうんうってん。感じです。はい。はい、ありがとうごはい。ざいます。そうですね。やっぱり社はい。会運動として、私も署名とかはいろいろね、拡散したりはしてますけれども、そうですね。はい。VTuber としてそういうのはい。にね、連帯するっていうのはとてうん。も大事なことじゃないかなとうん。思います。風花さんはどうではい。しょうか。そうですね。なので、ホイッピーちゃんもおっしゃっておられますけど、うん。VTuber も、VTuber 対、うん。VTuber 業界に閉じこもってる存在でいちゃダメだと思って、あくまでうん。社会の一員でございますよね、あなたねっていう自覚というか、何してても社会の一員であることは変わりないんですが、なんか、やっはい。ぱり、せっかく VTuber 界隈の間口が広がって、いろんな人たうん。ちが自分のなりたい姿で言いたいことを言えるうんうん。時代になってきたわうん。けです。スマホ一つでも は VTuber い。に慣れちゃったりする時代になった。だからこそはい。ヘイはい。トも拡散されやすくなっちゃいましたけど、うんうんうん。逆のことも時うーん。間をかかるかもしれないけど、できるはずなんです。だからやっぱそういう風に VTuber 業界っはい。て、だから間口が広くて、広がはい。ってきて、いろんな方が入れるようになったからこそ、素晴らしい多うん。様性ある社会で、業う界でんうん。なくてはいけないなって思うん。うし、同時に うん。VTuber というものをうん。社会の一員として、うん。VTuber 側も自覚を持うん。ち、社会側も、うん。いろいろ活動してるなんとかしょっていう、なんか偏見的なことではなく、VTuber ねって、なんかそのうん。存在として、なんか肩書きうん。として認めていたうん。だくっていうのもおかしい。だからちゃんと社会うん。活動に参加して、そういう反戦うん。反差別であったうん。り、社会正義、公共のうん。価値、いろんなことをちゃんときちんと考えて、うん。うん。だからこう架空のキャラクターであるとか、いろいろ、なんだろうな、設定とか、ご自分の世界観うん。があるのは分かってるんですけど、それに加えてやっぱり、うん。今この現実にアクセスしてきてくださっているということは、この社会にうん。ついても何か思うことがあれば、ぜひ一緒に正していきうん。ましょうよっていう気うん。持ちでいるので、うんうん。そういう感じで、うん。そうですね、だから私としてもアプローチとしては、ジャンル音花風花を作るというところうん。でやっていきたいなうん。とは思ってるので、やっぱそうやってきっと、うん。あの、流され、差別しない、させない、許さないところをしっかりうん。アピールというか、その上でいろんなことをやっていっうん。て、こういう反戦反差別クリエイターなら応援したいって思われたい。はい。やっぱ今まで、ホイッピーちゃんとはね、実はデュエット曲の歌ってみたカバーをさせていただいたことがあるんですが、あの、はい。関わっているアーティストに大問題があって、うん。椎名林檎って言うんですけど、はい、もう名前恥ずか言っちゃった。しいから、いや、ただ、何度も批判はしてるの。
やっぱヘルプマークとか曲実とかやっちゃったりとか、私としてはもう村西徹にかしづいた時点で嫌いなっちゃったけど、やっぱ離れられないぐらいやっぱ音楽としては好きだったするから、やっぱそのアーティストはダメだけど作品はいいよねっていう許諾を作りたくないんですよ。アーティストもいいし作品もいいね、コンテンツもいいけど、クリエイターもちゃんとしてるねっていう風に言いたい。っていうのをあの人とかアリプロジェクトの宝のありかとかに教えてもらったので、ちゃんとしていけたらいいかなっていう苦しみで応援悲しいね、悲しいですよね。やっぱ音楽って染み込んでるから抜けないけど、そうですよね。っていう苦しいだからこそ、私は好きになってくださった方を裏切らない姿でいたい、裏切らない人でいたいと思ってて、なのでコンテンツいいけどちょっと差別がひどい、なんか発言がちょっと際どいよねっていう風にはならないように、だからお二方みたいにちゃんとコンテンツを発信者本人も素晴らしいっていう風な姿でいたいっていうところをガンガン押し出してって、逆にそれが世界のスタンダードになればいいなっていう風に思ってます。はいはい、すみません。いや、本当ありがとうございます。はい、ありがとうございます。っていうことでですね、やっぱりね、VTuber 界とね、とか YouTuber 界と近接してる芸能界とかのね、やっぱ問題にも近しいなと思いますよね。だからそういったところですよね。エンタメ側からどうやって社会にアプローチしていくか、そういうのが当たり前じゃない文化の中でどうやってしていくかっていうところなのかなと、個人的には、思ってます。そうですね。VTuber のね、政治で扱ったりする VTuber とかも結構海外にはいるっぽいんですけど、全然なんかね、日本では目立たないので、はい。ちょっとね、そういう、ジャンルとしてですね、頑張っていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、皆様ご視聴いただき本当ありがとうございました。本日ですね、ゲストのパンケーキホイップクリームさんは、このようにですね、差別のこととかしっかり考えつつ、たくさんね、面白い動画とか出していただいてて、いや、本当今回、ゲストで来ていただいて光栄でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかその宣伝することとか何かございますか？言いたいこととか。はい。言いたいこと。なんか今後なんかこれやるんだよとかそういうのとかあれば全然自由に。はい。本日の感想とかでも。こうやって改めて質問をいただいて、回答をするっていうことをしていくと、自分の中でもいろいろ考えていたけれども、それを言語化するっていうことで、自分ってこういうふうに考えてたんだなっていう整理もできるので、こういった機会をいただけたのは本当にありがたいなと思います。はい。で、あとは、申し訳ないけれども、今はちょっと占いのチャンネルの方は更新があまりでないんですけど、もう一つの、VTuber エンターテイメント的な方の、チャンネルの方は、ちょっと動いておりまして、明日もですね、明日の日曜日は一応定期配信ということで、ただ明日はちょっとメンバーシップも挟まってくるので、本当に通常配信1時間なので、でもお試しするには1時間ってちょうどいいかもしれない。なので、お試しでちょっと見てみてもいいかなっていう方がいらっしゃれば、それを見てみて、今後も応援いいなと思ってもらえたならね、その後にチャンネル登録とかもしてもらえたり、
遊びに来てもらえたらありがたいなと思う。明日は雑談配信やるのでね、よろしければいらしてください。はい。そんな感じですかね。はい、本当ありがとうございますということで、皆さんホイッピーチャンネル、占いチャンネル両方の方ですね、必ずチャンネル登録の方ぜひともお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ふっかさんは何かありますか？というか、私、そうだな、7月にもうすぐ発売されるゲームがあるので、はい。どのぐらいちょっと、なんだろうな、ゲームの内容的に批判するところがあったら、切れ散らかしながらでも配信してやろうというちょっと気概でいるんですけれども、まあ、はい。絶対にそのゲーム配信はしたいなと、あと歌ってみたの編集をしないといけないなっていう感じでいっぱい溜まってはいるんですが、なかなかちょっとね、体調の面とか、あと社会問題に、社会問題に振り回されてメンタルがぐちゃぐちゃになるっていうことが多いですよね。申し訳ないが、ちょっとね、そう、共感性が高すぎるのは、いいとこでもあり悪いとこでもあるなんですが、でも皆様にいろいろね、まっすぐコンテンツをお届けして、コンテンツもいいし、音花風花はちゃんと差別に反対してるから安心だって思っていただけるような活動を今後もしていけたらなと思ってますし、烏丸さんとのユニット、スカーレット・クロワルツ、ね、いろんな発信とか実況、コラボいろいろしていきたいですし、ホイッピーちゃんともね、今後もご縁をいただいてますので、いろいろまたコラボとかね、今後もさせていただけたら嬉しいなと思っております。本当、反戦反差別 VTuber が、はい、ありがとうございます。がね、いい面白いコンテンツを届けられるような社会になれるように、頑張っていけたらと思っております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということでね、ありがとうございました。本日ですね、ホイッピーさんのファンの方も、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。私はですね、毎週火曜日、ありがとうございます。毎週私はね、火曜日、金曜日に、時事問題とかの雑談配信をしたりとか、いろいろですね、メンバー限定とかもやったりしておりますので、興味ある人はですね、チェックの方、ぜひとも、高評価と、チャンネル登録の方もぜひ検討してみてください。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、勝敗しにもお邪魔いたしますという方で、早速ファンがまた増えているので、はい。ありがとうございます。はい。いや、そうですよね。差別に反対してる人はね、やっぱり一人二人でもね、多い方がいいと思いますので、これからもですね、連帯して、一緒にやっていけたらなというふうに思います。ということで、本日は、我々スカーレッタ・クローワルツと、パンケーキホイップクリームさんで、コラボ配信でございました。ホイッピーさん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。ということで、皆様、お疲らすでした。またですね、配信予定等は、投稿等の方に、表示させていただきたいと思いますので、そちらをお待ちください。よろしくお願いいたします。それでは、お疲らすでした。ありがとうございました。おつけいくでした。ありがとうございました。お疲れ様。お疲れ様です。そうだ、おつけいくです。はい、ありがとうございました。